Are we just smaller versions of a bigger plan? で今回はそれとは別にインテリアの話をしていきます。ルームツアーを出した時、おそらく10月ぐらいだったと思うんですけど、そこくらいからおお、いいね。おい。おお、結構コンパクトだね。そんなことない。大きいってこと？コンパクトではある。でもタンク水入れてみるか。スチームが出るまで繰り返しますって。出てるよね。で全然ダメだ。ダメ。こんにちは、えりこです。冒頭の Vlog でこちらのラテをちょっと作ってみましたが、1回目ということで全然ラテアートはできず、スチームミルクも、そもそもスチームミルクがうまくできなかったっていうところで、味はでも美味しかったですちょっとミルクが多めだったなっていう反省もありつつ、これからうまくできるように練習していきたいなと思ってます。でその様子も定期的に Vlog でお届けしたいなと思うので、うまくラテアートができる日を楽しみに見続けてもらえたら嬉しいなと思ってます。で今回はそれとは別にインテリアの話をしていきます。ルームツアーを出した時、おそらく10月ぐらいだったと思うんですけど、そこくらいからたくさんの人に私の動画を見てもらえるようになって、コメントや DM で
お部屋を褒めてもらったりとか、お部屋の質問が多くなってきました。一緒に住んでる彼も私が作ったお部屋をいいって思ってもらえてたりとか、私的にはまだまだかなって思ってるんですけど、春に向けて引っ越しだったりとか新しいインテリアを考えるタイミングの人も多いかなと思ったので、ちょっとこのタイミングでこのお部屋にするまでの全工程だったりとか考え方をシェアできれば、インテリアのことを考えている方のヒントになるのかなと思って、ちょっとこの動画を作ってみることにしました。また彼が一緒にいてくれてるので、質問をしてもらいながら答えるみたいな形で進められればなと思ってます。はい、よろしくお願いします。えりこちゃんのお部屋は、さっきも言った通りおしゃれだなって言ってくれる人も多いし、あとは僕とかはこう欲しい家具とかはなんとなくあるんだけど、その家具がなんかお部屋合わないんだよなと思ってたりするのね、なんかこれは欲しいけどなんかお部屋に合わないみたいなのがすごく経験多くて、なんかちぐはぐなインテリアになっちゃうなってことが今までは多かったんだけど、なんとなくこのお部屋はまとまりがあるように思っていて、なんでこれがまとまりあるのかな、どういうふうに考えてここにたどり着いたのかなっていうことを、むしろ視聴者目線で聞ければなと思っております。はい、ということで、聞いていくんですけども、じゃあまずえりこちゃんのこのお部屋のテイストってどういうテイストみたいな感じなの？ちょっと一言で言うの難しいなと思ってるんですけど、ちょっと難しいんだけど、北欧ポップみたいな感じかなと思っている。ポップっていうのは色合いの話ってこと？色合い？北欧モダンとか北欧何々みたいなのがあるけど、一言で言うんだったら北欧ポップみたいな感じかなと思ってるけど、なんか難しい、これを一言で表すの。北欧っていうのはどういうとこから来てるの？家具かな。家具雑貨が北欧が多い、そもそも。なるほどね、パッと見た感じなんだけど、IKEA とかもそうだし、このヘイとかもそうなんだけど、なんか割とポップな色があるんだけど、それが結構相互、別々の色があったとしても割と馴染むのが多いなっていうのが北欧の一個特徴なのかなって思ってて、なんかちょっとそのさ、後ろのランプとか、ハーマンミラーのそのブックシェルフとか、でそういうのってちょっと微妙に色違うはずなんだけど、なんかくすみカラーの部分で統一されてたりするのかなっていうふうに思うけど、テーブルも少しグレーが入ったりとか、なんかそういうのがちょっと北欧っぽいのかなとは僕は思ってます。なるほど。私がそういうのを集めてるっていうのがあるかな、前提。そうだね。例えば棒コンセプトとかはもう少しさモダンだったりとかするよね。そうだね、なんか高級感のある感じの北欧テイストではあるね。なので私の部屋で言うと、そこまでそのモダンじゃない感じかな、ラグジュアリーとかではなくて、少しカジュアルテイストだけどスタイリッシュにも見えるみたいなところ。じゃあ次、そもそもどっから手つけていいか分かんないんだけど、どっからやるのがおすすめとかある？そもそもえりこちゃんはお部屋があったらどっから手をつけるのかなとか。そしたら私がこのお部屋とか、そのお部屋を作る時とかインテリア考える時の順番をちょっと喋れればなと思うんですが、インテリアを考えたりお部屋のことを考える時はだいたい大きなところから小さいところに考えていくみたいな感じのプロセスかなと思ってて、で大きなところで言うとまずテーマを決める。なるほどね。コンセプトを考える。じゃあこのお部屋っていうのは最初に北欧ポップっていうテーマがあって、でそれで家具を探していったってこと？それで言うと、私のこのお部屋とかの場合はその北欧ポップっていうそのワードが先行してるっていうよりかは、どっちかっていうとその画像でこういうお部屋にしたいっていうのをベースに見ていったって感じだから、なんかそのお部屋が何のテイストなんだろうっていうのがちょっと一言で表現できない感じではあるんだけど。なるほど。わかるかな？そのさ、お部屋っていうのは何のツールで探してるの？そう、お部屋は私の場合は Pinterest っていうアプリを使ってやってます。インスタグラムは使わない？
インスタグラムも使うっちゃ使うけど、あんまり私は使わないかも。そのざっくりのテイストを調べるときに、インスタはあんまり使わない。ピンタレストに集めていく感じかも、どっちかというと。使ってるので言うと、基本的にはピンタレストっていうアプリになんかこう自分のマイルールみたいなマイルームみたいなボードを作って、そこにこれからこうしていきたいなみたいなイメージしたいものをポン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 こう画像を入れていくみたいな、ピンしていくみたいな感じで、一旦もうバーッと理想をとにかく画像を見まくって、これがこういうのがいいかもっていうのをまずボードにしてきます。なんかピンタレストっていうのはいい感じの画像をまとめられるんだよね、コレクションというかアルバムボーみたいな感じで。ドにできるみたいな。ボードに基づいて、おすすめのこれ似たような画像みたいなのをレコメンドしてくれるんだよね。そう一つピンすると、そこから関連でこれはどうみたいなのをたくさん画像出してくれてて、言葉に表現できない、それこそ北欧ポップみたいなその言葉を連想できなくても、こういうのがいいわみたいなのをもう画像ベースで見れるから、それが楽しいし、イメージも膨らましやすい。であと共有もしやすいかな。その彼とか一緒に住んでる人がいたら、こういう家にしたいんだよねって言いやすい状態になる。それってでもピンタレスト使ってて難しいなって思うのが、最初のワードがあんま分かんないなって思うの。なんかその北欧、そのさピンタレスト開いた時からそのおしゃれなお部屋の画像が出てくるわけじゃないじゃん。だけどそのなんかのワードで検索しなきゃいけないと思うんだけど、そのなんかワードで検索する最初のワードがあんまり分かんないんだよね。それはなんかどうやって？ワードが分かんなくてもいいかなっていうのでいいと思う。そう、ルームで検索するとルームアイディアスとか一人暮らしとか出てくるから、ここから一番簡単なのはルームアイディアスとかかな。で日本語でも全然いいんだけど、英語にした方が結構海外のサイトとかたくさん出てくるから、検索の幅広がるから、日本語で検索しつつ、英語も検索するみたいな感じでやるといいかなと思います。でそこでこれいいわって思ったら、そこから関連でたくさんこう見ていくと広がっていくから、それがおすすめかな。そのじゃあ画像を見ますと、その画像から何を参考にするの？色合いなのか、それとももうこの家具入れるの話なのか、なんかどこまで参考にするのかなと思って。結構何でも参考にはするんだけど、家具のもうこれっていうのを特定して参考にするっていうよりかは、要素をこうつまんでいくみたいな、どういうふうにその部屋を構成されてるのかなっていうのを見ていくんだけど、流れとしてはそのコンセプトを決めるために画像を見る。で画像を見てったら自分が好きなのこれだっていうのが分かって、でなんかそのピンタレストとかってその画像を検索して見ていくと、なんかこうジャパンディとかなんかそのミッドセンチュリーとか、なんか記事のタイトルみたいなのが出てくるから、なんかそのピックしてるやつ見ていくと、なんかこういうテイストなんだなっていうのがワードが出てくる。なるほどね。なんか私が好きなのってこのテイストなんだとかっていうのが分かると思う。雑誌とかで見るのもありだけどね。そうだね、雑誌も確かにあり。ポパイとか、ブルータスとかの特集、なんか私のお部屋みたいな、なんかそういう特集とかもあるし、普通にインテリアの本とかもたくさんあるから、それもありですね。で、お部屋をボードにするじゃん。でそこから、要素をつまんでいくんだけど、そのお部屋を構成する要素って色、素材、質感、光、この4つっていう風に言われてて、でそれがこの好きなお部屋はどういう構成になってるのかなっていうのを見ていく。で一番最初に分かりやすいので言うと色、なんか例えばこの部屋だったら白の割合が多いなとか、でそこにパッとなんか目を引くのは色があるんだけど、赤とかオレンジとか青とかいろんな色があるんだけど、ベースの家具とか床、壁とかは白で、そこに小物とか
ライトのこう一部で色を使っているなとか、逆にジャパンディテイストとかだったらもうほぼそのカラーとか使わずに基本はこうなんだろう、茶色とか白とかのベースでできてるなとか、その自分が好きなやつをこう集めていくとそれの共通点をこう見つけられる。なるほどね。壁が白なのが多いなとか、床が、茶色が多いなとかなのか、それとも赤使ってるお部屋が多いなとか、小物が多いなとか、なんかそういう特徴を抽出していくみたいな感じなんだ。そう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 。どういう素材を使われてるか、そのスチールが多いとか、足はだいたいスチールだなとか、それをこう言語化していく。でそしたらそのじゃあ家具実際に集めますっていう、フェーズになると思うんだよね。その言語化してだいたいこういうのが好きかもってなったら、何から集めていくのが一番いいの？家具じゃないかな。じゃあ家具の何からって言ったの？家具の大きいもの？大きいもの、例えばダイニングテーブル、ソファー。このお家も確かにダイニングテーブルから揃えたよね。じゃあこのお部屋がこう成立してるというか、こういう要素があるからうまく統一感があるんだよなっていうポイントってある？ある。一つは色。色が統一されてるように選んでる。まずテラコッタカラーをキーカラーにしようって決めたの。からいろんなところにある色がテラコッタカラーで統一されてる感じがするっていうか、そうしてる。これが例えば青がちょこちょこあったりとか、黄色の色がちょこちょこあったりすると印象変わるんじゃないかなって思ってて。確かに。で別にそれがあることが問題ではないんだけど、そうなった時にこのそれぞれにこうまとまりをこう持たすのがもうちょっと高難易度になる気がする。確かにね。じゃあうちのポイントとしては、結構大きめの目立つもの、例えば後ろにあるスツールもそうだし、このハーマンミラーのやつもそうだし、こっちのね手前の方に、サイドテーブルもあるけど、こういうサイドテーブルとかも含めてちょっと同系統のテラコッタ色で統一してってことだよね。同系統のテラコッタ色で統一してる。なるほど。それが一番簡単。なるほどね。簡単だと思う。じゃあお部屋にそればっかりじゃなくても、こうポイントとしてちょっと離れた位置に色ポンポンポンって置いてあげると、統一感が出るってことかな。そうだね。カラーが増えていけば増えていくほど複雑になるし難しくなる。まとまったりこう逆にごちゃっと見えすぎちゃうことが多いから、色が少ない方が簡単だとは思うんだけど、うちの場合は割とカラフルな方なのかなって思ってて、でも気をつけてるのは大きな家具はなるべく色を使わないようにというか、グレー、白、黒とか無彩色系の色を使ってて、でポイントで色を入れるようにしてて、大きすぎないけどちゃんと存在感のある雑貨というか家具は時計、サイドテーブル、これブックシェルフとかライトとかそういったものはテラコッタ色にしようかなと思ってて、でそこは統一させてて、でもっと細かいもの、ラグとかクッション、アートとか、なんかこうお香立てとか本当にちっちゃなもので割とカラフルにしてる気がする。でカラフルなんだけど、私はそのくすみカラーが結構好きだから、緑もくすんでるカラー、ビビッとすぎないカラーだったり落ち着きめの色を選ぶことが多いかも。じゃあおおむねえりこちゃんのインテリア大体、紐解けたかなと思うんだけど、大きめの家具はちょっとこう無彩色、あんま主張しない色、で、揃えて、で、目立ちそうな家具は好きな色、今回えりこちゃんの場合はテラコッタのスツールとか、ランプとか、あとはブックシェルフ、サイドテーブル、この辺をちょっと部屋のポイントでやってますという感じですかね。であと一つだけ言うと、そのグリーンを置くのすごい大事かなと思ってます。なんでグリーンなの？やっぱりグリーンがあるかないかで、なんて言うんだろう。グリーンって植物のこと？植物。そういうこと。お花もなるべく
定期的に変えるようにしてるんだけど、やっぱりお花とか植物があるのでまず気持ちが癒されるし、その全体の雰囲気としてもなんて言うんだろうな、彩りが加わる感じ、違和感なく彩りが加わるからないとちょっと殺風景に見えちゃう気がする。あと高さとかも出せる。そう、高さ出すの大事なんだよな。なるほど。うん、じゃあ、うん、あと2つ質問があります。で、えりこちゃんが、例えばお部屋に入居しました。で、そういう風になった時に、これだけは変えておきたいというか、これだけはやっといた方がいいよって思うポイントがあれば。ポイントはあれだね、床と壁はまず最初に絶対確認するところで、もし気に入らなかったらクッションフロアとかDIY でもいいし、最近は暮らしのマーケットとかでちゃんとプロの人が引いてくれたりする。で数万円かかっちゃうんだけど、でも綺麗に引いてくれるサービスとかもあるから、床をそうやって最初にやるのおすすめです。なぜかというと、やっぱり大きな面積を占めるものが印象を決めるっていうのはあるので、多分うちの場合だとパッと目に行くのが結構コンクリートの壁だなとか、大きな面積を占めるものが最初の印象を決めるので、そこを変えるだけで結構印象変わるなって思います。なるほど。そう、キッチンとかもキッチンタイルを前だったら黒いとこからキッチンタイルで白い壁にしたじゃん、それで結構印象変わったりしたと思うんだけど、そうだね、大きな面積がやっぱ大事。うちの場合は気に入ってるので何も今のところ変えてません。いいね。なんか壁紙もね、最近だと賃貸でも剥がせるような壁紙もあったりするから、壁紙や本舗とかね、そういうので見て壁紙貼ったり、苦手だったらさっき言った通り、暮らしのマーケットとかでちょっとお願いしてみるとか、すると結構いいよね。おすすめです。あと一つ言うと、うちの場合は小上がりスペースみたいなところがあって、ここ何も敷かないとなんだろうね、これねなんかグレーの殺風景だよねそう、殺風景になっちゃうから何かを敷きたいなと思ってて、でそれこそピンタレストとかオーハウスっていうアプリでめちゃくちゃ見て、で彼にこれどうっていう風に相談して、この状態になったんですが、なんかブルーのラグにダークブラウンの色の木の家具を配置してるインテリア可愛いなっていう風になんかいろいろ見てて思って、でそこにテラコッタとか黄色とかのカラーの椅子とかテーブルみたいなのを配置してるインテリア可愛かったので、それにしてみたいなと思って、ブルーのラグはバイマかなで、なんか韓国から輸入してるラグを買って、ちょっと大きめのやつを買って業者さんに頼んでぴったりのサイズに裁断してもらいました。なんかぴったりのサイズを見つけるのが本当に難しくってないから、もう切ってもらおうと思って。最初僕らで切ろうかみたいな話して、自分で切ることが当たり前だって私は思ってたから、そうしようと思ったら、なんかそういう人いるんじゃないっていう風に言われて、確かにと思って探したら、なんかあんまりいなかったんだけど、大阪でやってる業者さんがいたから、そうやったらいい感じになりました。だいぶ満足だよね。で、木の今本棚にしてるところもあえて普通の木のやつを買って、ウォールナットの家具って本当に高いから、木のボックスをウォールナット色にこれから塗ろうかなっていう風に計画中です。じゃあ、本当におおむね全部聞けたと思うんですが、最後に、おすすめの家具屋さん、えりこちゃんのよく行く家具屋さんだったりとか、こういう家具屋さん見たらいいんじゃないみたいなところを聞けたらいいかなと思います。正直なんか予算によるっていう感じなんだけど、安いところからじゃない？そしたら、安いとこで私が見るのは IKEA、 無印、ローヤとかかな。うちはなんかローベッドがローヤだね。そう、安いのを選ぶときはもう一応なんかローベッド通販とかで調べて結構もうめちゃめちゃ見るかもしれない。でその大事なのは
安いのだったとしてもある程度自分がこうしたいっていうイメージを持った上で検索するのが大事かなって思う。なるほど。予算のかけ方で言うとやっぱ面積が大きいところになるべく投資した方がいいかなっていうふうには思ったかな。なんかその中でも、うちのテイストに合ってるのもあるかもしれないけど、IKEA は結構やっぱおしゃれなの多いよね。IKEA はおしゃれなの多い。安いし。そう、前のお家は IKEA でテーブルとかローテーブルのさ、なんか天板とかも IKEA で買ったじゃん。確かに。品数すごい多いし安いし、それで安っぽく見えないというか。そうだね。うちでも、そのランプとか、そうだね、後ろにあるスツールとか、普通とか、もうそのシリーズは今売ってないかもしれないけど、ちょいちょい IKEA のもあるよね。ある。結構カラフルなものも花瓶とか、割とおしゃれなもの多いから、個人的には僕もおすすめかな。おすすめです。あとは無印とか、なるべくそうだね、印象的にこうパッと目に行くところはお金をかけるようにして、こう小さなこう目立たないところとかは本当に安く済ませるみたいなように気をつけると、予算がそんなにないなっていう風になってもうまくできるような気はする。なるほど。じゃあちょっと予算を上げたらどういう家具屋さんがおすすめ？ちょっと予算上げたらリセノとか。そうなんだ。リセノ、なるほどね。確かに。待ってね、パッと今思いついたのはリセのヘイ。ヘイはうちもたくさんある。ヘイ、リセの、あとあれだね、フライミーっていう、これは通販なんだけど、いろんなおしゃれな家具、デザイナーズ家具のセレクトショップみたいな感じになってて、フライミー見れば大体いろんな家具揃ってると思う。確かにね。あとよく行くのはアクタスとか。アクタスとか。アクタスは結構高めかな。もうちょい高い？値段的には。あとちょっとモダンな気がする。家具で言うとね。確かにね。雑貨で言うと欲しいのがあるなって思うんだけど、家具で言うと結構高いと思う。なるほど。もう一段階高い気がする。うちのラグはアクタスだね。ラグはアクタス。そうだからラグとかぐらいだったらさ、でもラグとかもいいお値段するよね。いいお値段したね。ファブリック系とかはいいかもしれない。あと結構目立つけどハーマンミラーとか。ハーマンミラー結構使ってるわ。ブックシェルフもそうだし、エリコちゃんのチェアもそうだよね。チェアもそうだし、ちょっと高いけどメトロックスとか。メトロックスはエリコちゃんと一緒に1回だけ行ったことあるんだけど、海外デザイナー家具の輸入販売かな。だからそのプリアチェアとか、今ね植物の下に置いてる折りたたみのクリアチェアとかは、そのメトロックスで買ってる。そうだね。これもフライミーで見つけたかな。フラクラム？そうなんだ。うちの家具はヘイとかが多いかもしれないな。そうだね。うちの家具は比較的ヘイと IKEA が多い。あとサイドテーブルとかはさ、オーストラリアで買ったじゃん。奏で物とかもいいかも。シンプルだね。シンプルで本物の木を使ってるんだけど、本物の木を使ってセミオーダーでなんかサイズ、テーブルのサイズとか選べる割には安いから奏で物はおすすめ。私のワークデスクが奏で物で、前ダイニングチェアとかダイニングテーブルも奏で物で揃えてたんだけど、いいかな。あとあれユニコもおすすめかも。リセノと似てるけど。確かにね。棒コンセプトとかもね、ちょっと高級感ある感じだったらいいよね。ラグジュアリーテイストにしたかったりとかだったらおすすめかも。ニコさんって感じがするね。ニコさんって感じする。うちだとねちょっとラグジュアリーだなって思うんだけど、小物とかね、なんかワンポイントで棒コンセプト入れるんだったら結構いいなと思うけど、大物の家具入れちゃうとちょっと浮きそうだよね、うちだと。あとはセレクトショップかな。リグナとかリグナテラスパッドで出てくるのは、私もその家具屋さんは探索していきたいなと思ってる。そういう感じですかね。はい、いいと思います。参考になりましたでしょうか。今回いろいろ話せたから、そのどうやってお家作りをしてって、
どういう家具屋さんで選んでてみたいなところも話したから、逆にもう少しここ深掘って聞きたいですとか、そういうのもあればコメントで教えてほしいね。確かにそう、私的にもみんながどういうところ気になるとかっていうのが分かりきってない部分もあるので、なんかもっとこういうところを教えてほしいですとか、こういうところ知りたいですみたいなことがあったら、どんどんコメントもらえたら第2弾とかもできるかなと思うので、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。これからも週1回は必ず更新できるように作っていくので、これからもぜひ見てください。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。